皆さんこんにちは。聖コケ園のコケミザワです。今日はコケテラリウムのカビ対策について、一撃でカビ対策に有効なアイテムというのを見つけましたので、今日そちらのアイテムをご紹介したいと思います。まずはじめに、今までね、聖コケ園の動画でもご紹介しておりました通り、カビ対策といえば皆さん、こういうね、殺菌剤です。これちょっと袋に入ってあれなんですけども、これベンレートですね。はい。通常皆さんは小分けの袋を使われてると思いますけれども、これベンレートと書いてますね。うちは補助とかでも苔栽培で使うんで、こういうね、ビニールの大きいのを使ってますが、通常このサイズのベンレートがあったりとかします。で、カビが出た時に、カビをね、綿棒とかで取って、で、こういうね、ベンレートとかトップジンとか薬剤を規定の倍率、1000倍ですね、に希釈して、シュッシュッシュッとすると。で、それで、一回じゃ、またカビが出てきたりすることがあるので、何回かね、2、3日に1回、このベンレートをシュッシュッってやるのを2、3回繰り返すとか、で、やると、撲滅できるみたいな。それが一般的ですよね。で、カビの、この薬剤、殺菌剤も、実はカビがですね、耐性をつけてしまうことがあって、ベンレートだけを使ってると、そのベンレートが効かなくなってしまうんですよね。カビもですね、賢いので、こうやって耐性をつけるんですね。それで、薬剤を変えて、ベンレートが効かなくなったらトップジンとか、こういう殺菌剤の種類を変えたりとかすることで、カビをね、撲滅していくっていう手法が今まで、オーソドックスだったかなと思いますし、うちもそうしてたんですね。それでも、今ここに出してる作品なんですけども、これはですね、流木を使ってる作品で、流木ってそもそも出やすいんですけども、同じ流木の作品でも、全く何もしなくてもカビが全く出ないものもあるんですね。で、一回出ると、もう、ベンレート何回も何回もやっても、どうしても繰り返し出てしまうっていうこともありますという感じ。で、これは特に何やっても出るんですよ。で、すごく困ってました。で、これ見ていただくと分かる通り、今日ご紹介するこのアイテムを使うと、カビ抑えられてるんですけれども、この最初の方にね、やっぱカビにやられて、この細は起きな動きなくちょっと変な感じの色味になっていたりとか、ちょっと弱ってるところからまた新たな新芽が出始めてきて、復活しつつあるっていう感じです。あとは、ヒノキゴケもね、全体的にちょっと弱々しい感じだったんですけれども、これも新芽がね、出てくるようになってきて、復活しつつあるという感じです。フィットニアもね、もっともっと成長してもいいんですけれども、ちょっと成長しきれないような状態で、ひょろひょろっとしたような感じ。でも今はカビを抑えられてるので、ちょっとずつまた復活してるっていう状態ですね。で、宮古島草を使ってるんですけれども、宮古島草も、これも本来めちゃくちゃ強いタイプの植物なので、どんどんほんと伸びてって、元気に伸びていくタイプのものなんですが、最初やっぱカビにやられてしまって、死んではないんですけれども、成長もあんまり見られないような状態で止まってるっていう状態です。そんな感じでございました。で、流木使ってるやつでも全く出ないものもあるし、出始めるとなかなか抑えきれないものも出てきてしまうと。で、その中でですね、カビどうしようかなって言ってたんですけれども、ツイッターのお友達のですね、マデューさんですね。That's so マデューさんですね、こちら。アカウントの方なんですが、マデューさんがですね、めちゃくちゃいい情報を教えていただきまして、これはもうめちゃくちゃ効きますよというのを教えていただいたものがあるんですね。それがですね、こちらなんです。ででーん。はい。はい。納豆菌です。これはですね、正確には納豆菌入り BSP って言ってバクテリアですね。これ、どちらかというとアクアリウム用で、金魚とかメダカとかに、腸内環境を良くするのにいいですよっていう製品なんですね。で、マデューさんに納豆菌いいですよって教えていただいたときに、で、納豆菌で、気軽に使える、テラリウムで使えるような、そういうものってあるのかなといろいろ探したんですけれども、納豆菌の製品があんまりなくて、ホームセンターとかでも置いてるかなと思ったら全くないんですね。そういう植物とかに使えるようなものが。で、いろいろ探した結果、こちらのコメットですね。糸水さんのコメットのシリーズの納豆菌 PSB っていうのを試してみました。で、納豆菌って入ってやるから、これでも納豆菌、使えるでしょと思ったんですよ。で、やってみたところ、一発で、もうカビが一発で収まりました。
これびっくりしました。すごいですね。で、これ、希釈がですね、1000倍ぐらいなんですけれども、まあ、1リットルに対して1、2滴でいいよっていう感じです。これ1リットル、これ自体、溶剤自体が1リットルあるんで、全然使い切れないぐらいの量なんですが、まあ、いいでしょうと。うちはこの、バイオロワークのね、製品でこのベタの製品も扱ってるので、で、ベタも買ってるし、で、ベタにも使えるので、いいかなと思って買いました。これ 500ml なんで、これ1滴でも多いぐらいなんですが、これにちょろちょろっと入れて、シュッシュッシュッってやると、もう次の日からですよ。カビがね、枯れてくっていう感じなんですね。ここ見てもらうと、白く塊のままで、こう残ってる感じなんですけれども、これもう広がらないんですよ、一切。もうカビが死んでるっていう状態、枯れてるっていう状態に見えますね。全く広がらない感じで。もう一発で効きました、これ。すごい。で、この殺菌剤で、そのカビも菌なんで、殺菌剤で、菌をね、こう消毒していくというか、殺菌していくっていう手法ももちろんいいんですけど、やっぱり菌には菌だということで、善玉菌の納豆菌。これがですね、もうカビを抑えるだけでなく、この中の環境も整えてくれているんだと思うんですね。納豆菌とかそのバクテリアが植物にどういう影響で出るかなと思って、様子見てたんですけれども、まあ、全く悪さしてる様子はないですし、むしろめちゃくちゃいいかなと思っています。一発で収まりました。で、流木もそうですし、あと、コルクの、ちょっと大きめのね、コルクの作品を作ってるんですけれども、それも、最初ね、やっぱり、2日ぐらいすると、なんか、表面にうっすら、カビの膜が出てくるみたいな。胞子みたいなの、ふわーんと、綿毛みたいなのがうっすら浮いてきてたんですよ。で、シュッシュッシュッってこうやると、もうそれから一切出なくなりました。めちゃくちゃ効きましたね。で、この流木、これもそうなんですけれども、そのコルクもそうですが、この使う前にまず煮沸消毒をして、で、その後にベンレートでして殺菌もして、それで、その上から赤玉の粉砕したものを塗りたくってみたりとか、この、ピクタさんの造形くんを溶かしたものを塗りたくってみたりとか。やっても、これ出るんです。もう出ちゃうんですよ。出た。うん。で、やっぱりなんか、何しても出るときは出るなぁと思っていたんですけれども、で、全く出ないものは、そんなことしなくても出ないんですね。出るやつは出てしまうと。やっぱり作っていくうちに10個中1、2個、カビが出てしまうものってどうしても出てくるんで、どうしたもんかなと思ってたんですけれども、もうこれで、一発解決です。もうバッチリ。これ、概要欄に Amazon のこのリンク貼っておきますので、ぜひ皆さんこれ試してみてください。もうめちゃくちゃ効く。一発で効く。もうめっちゃいいですね。もうカビはもうこれだけです。納豆菌でいいでしょうと。ファイナルアンサーでいいでしょうというふうに今のところ思っています。で、本当はね、西洋保険のオンラインストアでこれも扱いたいんですけども、糸水さんにもまだ何も許可取りもしてない、ただ勝手に紹介してるだけなので、まあ、もし取り扱いできるんだったらですね、オンラインストアでも販売したいなと思うんですが、まあ、Amazon で買えるんでね、Amazon で買っていただいてもいいかなと思います。はい。でね、このトップジンとか、このベンレートですね、もういいんですけれども、これもね、正確にこれ農薬の分類になるんで、これ農薬販売するのにはですね、農薬販売する申請を都道府県だったかなにしないといけないんですよ。じゃないと売れない、法律違反で売れないものなんで、そういうのは、うちのね、オンラインストアでもこれはないんですが、これも、ベンレートとかね、トップジンとかは、Amazon のリンク貼っておきますので、もしね、殺菌で別に悪くはないです。うん。悪くないんですが、もう、効き目が全然違う。もう殺菌剤は、冒頭にも言った通り、カビが耐性をつけてきたりとか、一回じゃ効かなくて何回もやらないといけないっていうことがあったんですけれども、納豆菌はですね、一回入れてしまえば、もう大丈夫。めちゃくちゃ効きます。うん。で、あと、まあ、これ個人的にはあれなんですが、特にトップジンですね。トップジンは、なんかもう、どんなに防御しても、ゴーグルつけて、手袋してても、なんかね、トップジンって、目がめちゃくちゃ痛くなるんですね。なんか目の、なんだろうな、こう、水分全部持ってかれてるのか、目の中の、常在菌も殺菌されてるのかわかんないですけど、目がめちゃくちゃ痛くなるんですよ。で、夜寝れないぐらい目が痛くなって大変な感じなんで、これちょっとトップジンはね、僕ちょっともう、きつすぎて合わないなって。で、ベンレートはそんなことないんですよ。ベンレートは全然大丈夫なんですけど、そんなことがあるので、そういうのもね、納豆菌だったら、そういうのも人体にも全く影響ないので、
もう安心して使えてめちゃくちゃいいなと思ってます。で、こういうふうに作品もめちゃくちゃ元気になりますし、で、これね、こういうベタとかにもめちゃくちゃいいので、もう納豆菌も最強でございますという動画になります。はい。で、今後僕はこの納豆菌でカビ対策やっていこうかなと思ってます。耐性とかもないんでね、もう菌同士なんで直接対決みたいな。菌の直接対決でも食うか食われるかで、納豆菌が大勝利してるっていう感じなんで、もうバッチリですねっていう感じの、はい、ところでございました。はい。一点補足させてください。以前ご紹介したベンレートの動画でですね、廃棄方法について、少量なんでトイレ流してもいいんじゃないですかみたいな話をしてたんですけれども、コメントで教えていただきましてですね、正確には、この住友科学さんの正式回答としてはですね、浄化槽とか、水道のその浄化施設とかで、水をね、浄化するバクテリアに影響を与える可能性があるので、基本的には、こういったね、殺菌剤はトイレとか下水に流す、ね、流しに流すっていうのは基本的には推奨されないそうですね。で、正式にはどういうふうに処理すればいいかというと、お庭とか畑とかお持ちの方は、でそこにね、もう植える予定がないという場所に、土をね、掘ってもらって、そこに流し込んでもらって廃棄するっていうのが、推奨の方法らしいですね。あとは、もう使わなくなったボロ切れとかに、この余った溶剤を吸い込まして、で、燃えるゴミで捨てるというのが、廃棄方法としては正しい廃棄方法らしいので、はい、その点ね、一個補足をさせていただければと思います。この BS 納豆菌なんかね、全くそんな気にしなくていいので、めちゃくちゃいいじゃないですか。でベンレートとかトップジンとかね、作り置きできないのでね、そういった点でちょっと使いにくいところはあったかなと思うんですけれども、これも全く問題ありません。使い切れないぐらい量があるんで、その点どうかなというところぐらいですかね。はい。今回の動画が参考になりましたら幸いでございます。ぜひ皆さんこれ試してみてください。納豆菌。めちゃくちゃ効きますから。もう、てきめんです。はい。では、今日の動画はこのようなところで終わりたいと思います。今日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。それでは失礼いたします。聖子健国見沢でした。